こんにちは、北浜なんです。今日は呪術廻戦より五条悟の高専時代のコスプレをしております。北浜なんチャンネル。今日は何をしたいかと言いますと、初心に帰って超初心者さん向けコスプレの始め方についてご紹介したいと思います。この YouTube を見てくださる方の中にはね、今からコスプレを始めたいっていう方もいらっしゃるかと思うんですよ。ただどのようにして始めたらいいのかとか、どこでコスプレできるんだろうとか、どういう風な順序で始めたらいいのかわからないっていう人もいるかと思うんですよね。もちろん私も最初そうでしたし、そういった初心者さんの疑問にお答えしていけたらと思います。コスプレの始め方。コスプレを始めたいと思った時にすること第一は、別にカンペを見てるわけじゃないんですよ。第一は、何したかはコスプレするキャラを決めるです。やりたいキャラがいるからコスプレしたいって思うっていう人がほとんどだと思うんですけど、中にはね、体型が合わないとか、やりたいキャラを自分がやるのはちょっとイメージと違うなっていう時もあると思うんですよ。なのでまずはコスプレするキャラを1人選びましょう。もう自分の大好きなキャラでもいいし、自分に似合うなって思うキャラでもいいし、この衣装を着たいなっていうのでもいいと思います。何でもお金かかるんでね、慎重に決めてください。はい、じゃあ各自1人決めましたか？3、2、1で発表しましょう。3、2、1。なるほど。素晴らしい。はい。じゃあ次にですね。はい、これ2いきます。2はコスプレする場所を決めるです。初めてコスプレする時ってどこでコスプレできるんだろうみたいな、わからないと思うんですよ。私も最初どこでみんなコスプレしてるんだろうって思ってて、たまたま近所のコスプレイベントを目にして、ここでできるんだと思って始めたのがきっかけなんですけど、個人的に初心者さんにおすすめなのはタクコスかコスプレイベントです。タクコスっていうのはコスプレしてない人からしたら何のこっちゃって感じだと思うんですけど、自宅でコスプレするっていう意味です。はい、簡単ですね。もう用意するものは家、用意するものは家。部屋に布とか壁紙とか貼ったり、白い壁とかもその辺使ったりとか、別に背景は何でも、これまさに今タクコスの状態ですね。お家でコスプレしてるって感じの、かなり自由度が高いのと、ぼっちでもできる。素晴らしい。これ陰キャにとって素晴らしいメリットですね。あと0円でできるんです。もうお金がかからないじゃないですか。チケット代とか場所代がかからないってことは、初心者さんでもすごいやりやすいかなと思います。初心者さんとかじゃなくても、初めてやるキャラとかの時は一回タクコスで練習しておいたら、意外と衣装を着るのに時間かかるなとか、メイク難しいからちょっと練習した方がいいなとか言って事前に練習できたりもするので、上級者の人にもかなりおすすめではあるんですけど、あとはコスプレイベントなんですけど、コスプレイベントも初心者さんにすごくおすすめです。まつげ下がってね。アコスタさんとかコスメルさんとか、いろんなイベント団体さんが主催してくださってる、だいたい土日を中心にいろんなとこで施設を借りて開催されてるんですけど、ショッピングモールだったり学校だったり公園だったりとか、いろいろ遊園地だったりもあるんですけど、そういった施設のロケーションを生かしてお写真丁寧お写真を撮ることもできますし、基本コスプレイベントって交流する人が多い感じがあって、お友達を作りに来てる人もかなり多い印象なので、友達ができやすいっていうのもあります。特に初心者の時とかって友達欲しいじゃないですか。一人で参加してる人も多いし、いきなり一人で行くのはちょっとハードル高いなって時は、お友達を連れて見に行ってみようよみたいな感じで見に来ることもできたりもするので、街中でやってるイベントとかだと普通に一般の方も目にすることができるので、ちょっと見に行ってみようとか言って連れてきて一緒にやらす、間違えた。一緒にね
できたら楽しいなみたいなもあるじゃないですか。で何より実際のコスプレイヤーさんを間近で見る経験ってそんなにないじゃないですか、自分がコスプレやってない時って。だから本物のコスプレイヤーさんをネット携帯の中とかだけじゃなくて本物を見た時すっごい感動すると思います。はい、私はめちゃくちゃ感動しました、初めてレイヤーさんを見た時で。コスプレイベントの参加費はだいたい1000円2000円台ぐらいが多いかなって感じ。高い時も3000、4000の時とかもたまにあったりはするかも、施設によっては。だけど基本そんなに高くないので初心者さんにも手が届きやすいかなと思います。ただ注意としては、イベントによっては事前のチケット購入とか予約が必要な場合があるので、それは行きたいイベント決まったらちゃんとその概要とかを見て、これはチケット買っとかなきゃいけないやつなんだとか、そういう確認は事前にしておいた方がいいですね。気づいたらチケットないっていうのはめっちゃあるあるです。その他にもいろんなイベントのルールとかも書いてあるので、ちゃんとホームページとか規約は目を通しておくようにした方がいいと思います。その他だとロケとかスタジオとか、あと同人誌即売会、コミケとかインテックス大阪でやってるようなやつとかがあります。あとは学園祭とかでやってる学校もあったりするんかな。私も学生時代やってました、学園祭で特にスタジオとかロケの場合は撮影のルールとか注意するべきことが結構多かったりするので、初心者さんにはあんまり向かないかなと個人的に思います。ちょっと慣れてきてからとか、友達とか知り合いができてからの方が参加しやすいんじゃないかなって思います。なぜかというと、ガチ撮影したい人向けかも。スタジオとかロケって綺麗な場所でセッティングしてやるって感じだから、交流ってよりは撮影って感じかな。 Kira Hominin Channel。 はい、じゃあこれでする場所が決まりましたね。する場所が決まったので、次は3つ目、衣装を準備するです。まあ細かく言うと、衣装、ウィッグ、化粧品、カラコン、靴とかですね。必要なものを準備していきましょう。で、こういうコスプレ用品ってどこに売ってるのとか、もう作れる人は作っちゃえばいいんですけど、もし最初でやり方わかんないし、とりあえず買いたいっていう時は、実際の店舗だと東京だったら池袋とか、大阪だったら日本橋ってとこにコスプレショップとかウィッグショップとかが集まってるイメージがあるんですけど、そういうとこに行って実際のお店で衣装売られてたり、ウィッグ売られてたり、カラコン売られてるのを見て買うっていうやり方。あとはもしそういうお店が近くにないよって時とか、そういうお店には売ってなかった時は通販とかメルカリっていう手があります。通販だったら本当に種類がたくさんあるし、通販にしかないショップさんとかもあるので、結構いろんな衣装だったりウィッグだったりカラコンが手に入るんですけど、初心者さんの場合は、できれば近くにあったら実店舗、実際のお店に行くことをおすすめします。なぜかというと、困った時に店員さんに聞けるっていう強みがある。どのウィッグを買ってどういう風にセットすればいいのとか、カラコンもいろんなカラコンがあって、どのカラコンがいいのかなとか、そういうのを相談できる店員さんがいらっしゃるので、実際の店舗に行って見てみるのが一番いいかなと思います。もちろんそういうお店が近くにないって時もあるし、行ったけどいいのがなかったって時もあるかもしれないし、そういう時はネットで買うことになると思うんですけど、私もだいたいネット使ってます。全然お家から出たくないタイプの人間なのでネットで買っちゃうんですけど、そういう時に注意点がありまして、それは詐欺サイトが紛れてる可能性があるってことです。大手の会社さんとか日本の会社さんだったら大概大丈夫とは思うんですけど、たまにもう明らかたどたどしいジャパニーズで書いてあるホームページとかがあって、そういうとこ結構詐欺というか、なんか写真と届いたやつが全然違うみたいなとか、2週間で届けてくれるって言ってたのに1ヶ月2ヶ月かかるみたいなとかもあったりするんですよ。私も実際それあったし、なのでもし
サイトで買いたいなって思った時は、買う前に Google とかで会社名詐欺とか会社名トラブルとかで検索したら、もし前に何かある会社だったらそこに絶対トラブルに遭った人とかの話が出てくると思うので、そうやって検索したりしてました。あとは友達とか周りの人に聞いて、この会社大丈夫かなとか、使ったことあるとか聞いてみるのもおすすめです。あとですね、カラコンとかメイクなんですけど、体質によってできないよっていう人もいると思うので、そこは絶対無理強いはしないでください。あと無理はしないでください。結構カラコンの使い方とかも、ワンデーのカラコンずっと使い回してるとか結構危険なことを聞いたりもするので、そういうのもないようにしましょう。せっかく趣味で楽しくやってるのに、本当に人生に関わる大怪我につながることあると思うんで、はい。Kira Hominin Channel。そして最後、4つ目です。4つ目は着る。もうここまで来たらあとは楽しむだけです。衣装を着てメイクしてウィッグかぶって、でここで覚えていてほしいことは、コスプレの楽しみ方は人それぞれっていうことです。メイクとかウィッグを研究して、とりあえずもうキャラに近づけたいっていう人もいれば、工夫してクオリティの高い写真を撮れるようにいろんなとこに撮影に行きたいっていう人もいるし、コスプレをしながらみんなで盛り上がろうって友達になろうみたいなタイプの人もいるし、一人でこうやって YouTube 撮ってるぼっち系コスプレイヤーもいるし、こうしてないとコスプレイヤーじゃないっていうのはないと思うんですよ。好きなキャラクターの服を着て、楽しいって思えたら、もうあなたはコスプレイヤーなんじゃないかなって思います。コスプレイヤーって一つで言っても、みんないろんな楽しみ方をしてるんだよっていうのはちょっと覚えていてほしいかなと思います。 Kira Hominin Channel。ちょっと今日はめちゃくちゃ簡単にざっくりとしか説明してないので、なんとなくこういう感じでコスプレってやってるんだなみたいな、ちょっとでも助けになれてたら嬉しいです。じゃあこんな感じで今日はちょっと語りの動画になってしまいましたけど、以上でございます。もしね、好評だったり必要そうだったら、他にも初心者さんシリーズで動画出していけたらなと思います。本当に初心者の時ってさ、聞きたいことばっかりじゃない？結構私もういっぱい調べたりとかしてました。 Kira Hominin Channel。では今日の動画はこんな感じで終わりにしようと思います。呪術廻戦の2期が楽しみですね。態度。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよかったらしてください。お願いします。